ンの研究とその内容における対立。イントロダクション。クルアーンは、イスラム教の聖典として広く知られていますが、その研究と解釈をめぐっては、様々な議論や対立が存在します。今回は、クルアーンの研究における主要な論点と、その内容をめぐる対立について解説していきます。クルアーンの成立過程。クルアーンってどうやってできたのだ。なんだか謎が多そうなのだ。クルアーンは預言者ムハンマドに神から掲示された言葉を集めた書物なの。最初は口頭で伝えられて、その後文字として記録されたの。ただこの成立過程自体について研究者の間でいろいろな見解があるのよ。どういうことなのだ。例えばクルアーンの編纂時期や現存する写本の信頼性に違う意見があるの。特に西洋の研究者と伝統的イスラム学者の間で見解が分かれることが多いわね。解釈の多様性。クルアーンの内容ってみんな同じように理解してるのだ。実はクルアーンの解釈には多様性があるの。同じ節でも文字通りの意味で解釈するか比喩的に解釈するかで全く違う理解になることがあるのよ。それって困らないのだ。その多様性こそがイスラム思想の豊かさを生み出している面もあるの。ただ時には解釈の違いが深刻な対立を引き起こすこともあるわね。現代的解釈の課題。今の時代にクルアーンを読むと何か問題はあるのだ。今の社会の価値観とクルアーンの伝統的解釈との間でたまに緊張関係が生じるの。例えばジェンダーの問題や科学的知見との整合性について活発な議論が行われているのよ。どうやって解決するのだ。多くのイスラム学者が時代に即した新しい解釈方法を模索しているの。ただどこまでの解釈の刷新が許容されるかについては意見が分かれているわね。学派間の相違。イスラム教にはいろんな派閥があると聞いたのだ。クルアーンの理解も違うのだ。スンナ派やシーア派とか主要な学派によって特定の節の解釈が違うことがあるの。これは歴史的な背景やそれぞれの学派が重視する解釈方法の違いに基づいているのよ。それって大変そうなのだ。確かに対立を生む原因にもなるけど、近年では違う解釈の共存を認めて対話を重視する動きも出てきているのよ。まとめ。クルアーンの研究と解釈をめぐる対立は、イスラム教の歴史において常に存在してきました。しかし、これらの対立は必ずしも否定的なものではなく、むしろイスラム思想の進化と発展に寄与してきた側面もあります。今後も、伝統的な解釈と現代的な解釈の調和を図りながら、クルアーン研究は発展していくことでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。